カウンター、カウンター中間で、シャガ中の有利フレームが伸びたんで、タッチ中が繋がるようになったのね。OK。なるほど。ちょっと一回やる。ほう。なるほど。なるほど。これ、強化っすね。これはかなり強化っす。というのも、このしゃがみ中盤、カウンターヒットしたときに、遠いんですよ。これ遠いと。で、何も入らなかったんですよ。しゃがみ中盤がカウンターしても、あんまりいいことがなかったんですけど、それが、タッチ中が繋がるんで。なるほど。これは強いですね。竜巻締めね。オッケー。そうか。竜巻も、これ、ちょっと待って。カウンターだね。これワンチャンこれ入らないか。いやー、これ入ってくれよ。これ入ったらマジ、最強キャラだった。そうですね。そう。で、竜巻で言うと、これですね。中大。これマジで、強化ですね。もう来た。号機は俺触ったんでそんなに剣の方がこれ今まで使ってたんで、これが当たるようになるのはでかいです。ただ今までは当たんない距離でしっかり EX にしたり、昇竜に変えたりっていう距離によってしっかり、確認して変えるっていうのが割と剣のやり込みポイントだったんで、それをね、誰でもこれ当たれば大竜巻で統一できるっていうのは、なんすかね、強化なんですけど、やり込みポイントという意味ではちょっと簡略化されてるんで、嬉しいけど、なんか、寂しいなっていう感じですかね、個人的には。そうか、EX 竜巻。ほう。まあ。そう。拾いやすくなってる。そうですね。そう、技術介入要素で言うと、ちょっと下がってます。誰でもできるようになる。でも強化ですね。これが強化ですね、やっぱ。こっちじゃないです。これの本当の強化は。こっちです。で、あと変わった点で言うと、小足がプラス3からプラ4になったのかな。しゃがみジャックキック。はい。しゃがみジャックキック。ヒット時の硬直差をプラス4フレームからプラス3フレームからプラス4に変わりました。これが、3から4に変わったっていうことはどういうかというと、タッチジャック K がつながります。タッチジャック K4 フレなんで。これね、タッチジャック K はね、調整されてないんですよ、確か。チュンリーも調整されて、竜も調整されてる。竜も前方への攻撃判定を縮小しました。なんで、これの強いとこって、角反っすよね。4フレの長い角反っていうのが強かったんだけど、竜にしても、チュンリーは対空が主な変更だと思うんだけど、発生も5フレになってると。で、竜は前方への判定が短くなってるので、角反として、もしかするとリーチが減ってる。ただ、剣は、音がめなし。ありがとう。音がめなしです。音がめなしの、今まで通りの4フレ弱系、リーチ長い4フレ弱系があるんで、小足4フレ。小足を当ててプラス4なんで、これです。これ強いです。今まで、小足の後、これなんですよ。タッチジャックパン。これも結構リーチあります、ちなみに。これも結構リーチあります。で、ジャックパンの方、ローの方があるんですよね。こうやってジャックパンがスカるけど、ローは当たるんで、ローの方が長いです。これでも十分長いんですよ。小足コパン。小足コパンでも十分長いんだけど、これかなりね、これポイント高いです。小足ロー。
はありがとうっす。マジで。いや、剣はね、意外と調整見ると弱くされたなって感じだけど、このようにね、強くなってるポイントも結構あるんで、これかなり強いですよ。この距離の下段で届くのはね、全キャラ屈指ですよね、おそらく。中竜巻根元から当たる？マジで当たんないじゃん密着は当たるよ。密着は当たるけど、これはね、遠いと当たんないです。ただ、確かにね、でも、これはかなり運べるんで、膝から当たってないけど選択肢の一つとしてあります。今までローキックってこっからしか当たんなかったんですよ。タッチジャックパン。タッチジャックパンこれしかなかったんで、あんまりね、このコンボがベストな時は確かにあります。ジャックパンローキックがベストな時ってあるんですよ。ジャックパンが遠い時。で、引き中が当たんない距離があるんで、こういう時って結構こういう、まあ、勝利でもいいんですけど、まあ、勝利もどうせカス当たりなんで。今まではこれがあったんですけど、それが一応これでできるんで、壊し暴れって強いですよね、多分。今まで壊し暴れってちょっとね、やりづらかったんですよ。まあ、やりづらくはないんだけど、やっぱプラス4になったことで、これができるのはかなり強いですね。この暴れが。暴れも強いし、崩しも強い。で、これが強いのは、まあ、さっき言ったような橋の投げですよね。橋の投げで下がってから投げしけ誘ってみたいな、こういう後ろ下がりに対して強いですよね。下段って。起き上がり下段。で、後ろ下がってるから、ちょっと距離が離れてるから、今までって下がられてると、これがじゃあ、スカってましたと。こういうのがね。スカってましたっていうところが、こういうふうに当たりやすくなったんで。これは、評価です。まあ、代わりに竜巻が弱くなってますね。空中竜巻が。EX 竜巻とノーマル竜巻が弱くなってると。まあ、当然ですね。あとはかかと、中かかと、稲妻かかと割り。これが、発生が遅くなってるな、ちょっと。遅くなってますね。21かな、もともと。21、そうですね。21が22フレームに変更。ヒット時の硬直をプラマイ0からプラス1。ガード時の硬直を4フレからマイナ6。だから中段全体的に弱くなってますよね。隙が6フレになってますね。大体ね、中段って今までマイナ4が普通だったんですけど、マイナ6になってるんで、だ今までこのようにね、遠いとかかんなかったんですよ。まあ剣はあるんですけど、剣はローキックが長い4フレなんであるんだけど、まあこれが6フレになったのは、まあ、剣で言うと相対的弱体化かな。剣はあったんで、他のキャラがなかったんで6フレにしました。まあ、剣は6フレで長い技。6フレで長い技。まあ、中足6フレだよ。本当に6フレ ?6 フレだよね。まあ、しゃが中ですね。6フレの反撃をしっかり入れましょうと。そうですね。もともとね、ナッシュの中段。ナッシュの前中盤の中段はマイナ6だったんですよ。だからそれに合わせた感じですかね。剣あるな。まああるなって調整見た段階でまだまだ強いなって思いましたけど、まあ変わらず強いですね。あ、そうだ、俺ちょっともう全然もうごめんなさい、剣ばっかりになっちゃうけど、昨日ヤマとモケさんのラシード対剣があって、まあヤマがちょっとラシード戦のぬるいポイントとしては、しゃがみ大パンですね。しゃがみ大パン EX、なんだ、ワールウィンドウに対して、割り込めるんですよ。
弱竜巻とか、まあ、昇竜でも割り込めて、まあ、弱竜巻はいいですね。弱竜巻、俺がソーカルかどっかでアポロ G マンとのラシードが当たった時にやってたと思うんですけど、しゃがみ大パンキャンセル EX 竜巻に対して、竜巻って飛び道具ね、飛び道具に対して割り込むっていうのがあるんですけど、それをね、まあ山は知ってるんだけど、おそらく緊張できてなかったんですね。一回もやってなかったんで、そこだけちょっともったいなかったなっていう。それができたらもうちょっと楽に戦えたかなっていう内容だったんで。ただ、今回その、ラシードのしゃがみ大パンが発生が遅くなった。本当に発生じゃないか。隙が増えたのか。はい。ラシード、しゃがみ大パンチ。動作硬直を18フレームから22フレームに変更しました。ということは、発生は変わってないですね。硬直っすね。で今までこの、はい、研究ゴロ。スカリがかなり差し返しづらかったんだけど、4フレ増えたので差し返しやすいですよと。かなり大きい変更ですね。ただ、俺が、これ、まずいぞって思った点としては、さっき言ったように、しゃがみ大パン、竜巻に対して割り込めるって言ったんですけど、初段のガード硬直時間を2フレーム増加しました。これちょっと危ない。はい、これ今まで弱竜巻で割り込めます。出たーこれやばい。あ、そうか、勝利もできねえんだ。きつっ。EX 勝利だけ？わー、そう、これなんす。これね、今まで、わー、弱竜巻で割り込めたんですよ。これラシード戦かなり、不安だな。そう。これ EX 勝利しか割れないって結構。だって相手もゲージ使ってるから、まあ、引き分けっすよね。ゲージで言うと。今までそのゲージ使ったけどノーマルで返せたっていうアドバンテージが、ダメージ以上のアドバンテージがあったんだけど。うわー、ちょっとこれ、不安がちょっと的中したな。まあ、これは剣の弱体化というか、ラシードの強化ですね。これね、ラシード、まあ、しゃがみ大パンの、この、向上が増えてますけど、相対的に言うと強化ですね、これが割れないのは。これ割れないのは、超強化っす。だって、スカらなきゃいいんだもん。てか、リーチ長いからね。そもそもブンブンできたのがおかしかったんで、硬直が増えるのはいい調整なんだけど、いや、初段のガード硬直増やしますかい。ラシードはかなりいい調整ですね。強いっす。ちょっとこれラシード戦考え直さないと大変ですね。今までね、結構あれで飯食えたんですよ。ラシード戦がそこまでできてなくて、ラシード使いって結局あれに甘えてくるんですよね。昨日のモケさんも、まあモケさんが甘えてるってわけじゃないですけど、モケさんもすごいんだけど、やっぱり要所要所であれで楽をしたいポイントってあるんですよ。でそこにしっかり咎めるっていうのがラシード戦の剣ラシードのポイントだったんですけど、弱勝利も無理ですね。間が多分2フレしかないです。今までプラ4だったのかな。4フレで4フレで相打ちになった。で3フレで一方勝ちできたんですよ、今まではね。でそれが2フレーム硬直が増えてるんで、2フレ間2フレしかない。